皆さん、こんにちは。今日もさやジャパニーズポッドキャストを見てくれてありがとうございます。今日は、さやズジャパニーズスクールの、先生のさき先生に、来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。さき先生は、もう1年ほどさやズで教えてくれている、今、はい、イギリスのうん、北アイルランドにいあ、ます。北アイルランドにおはい、住まいの先生なんですけれども、さき先生は、ご出身はどちらですか？奈良です。ずっと奈良に住んでて、大学生の時に大阪の大学に通いながら、奈良から通ってたんですけど、でも社会人になって、2、3年経ってから大阪に1年間だけ住みました。で、ずっと、ワーホリはイギリスだけですか？最初にアイルランドでワーホリをして、で1年間日本に戻って、でまたイギリスのワーホリで帰ってきたって感じです。おー、サヤズの生徒さんじゃなくて講師の方に結構多いんですけれども、一度社会人をするというか、一般企業とかで働いてから、ワーホリとかに行って、まあ、人生をやり直すというか、ゼロからそこで生活を始める先生が多いんですけれども、さき先生はどういった、経緯というか、不安とかはなかったですか？あ、大学生の時に留学に少し興味があったんですけど、でも部活が忙しくってその時間がなくって、で社会人になってからやっぱり海外行きたいなって思って、でちょっとお金を貯めてからコロナ後に行ったってう感じです。ん。アイルランドを選んだ理由は？なんか、ヨーロッパを旅行できるっていうのもあるんですけど、一番はアイルランドに妖精が住んでるっていううん。なんか言われてる国で、で、実際に森とか公園の中に妖精の家とか作ったりしてる人がいて、めっちゃ可愛いし、その行動自体がなんか可愛くて、そんな人に会ってみたいなと思って決めました。うんうん。その森の中に妖精とはい。かを作るような人たちに会ってみたいってこと？そうなんか妖精の家とかがたくさんあるので、そういうお茶目な人たちに会いたいな、面白そうだなってへ思って。え、知らなかったです。そんな妖精とアイルランドの話。実際に会えましたか？そういう人たちには。実際にどの人とかが作ってるとかわかんないんですけど、でもアイルランド人はやっぱり陽気で、で、お酒とかも好きで、すごく喋ってて面白いなってあ、思います。そうなんだ。なんはい。か、国によってはヨーロッパの北の方に行くと、ちょっと、内向的で友達になりにくいみたいなことも聞きますけれど、さきさんはアイルランドで友達とかいっぱいできましたか？なんかやっぱりアジア人とかの方がどうしても友達になりやすかったりするんですけど、なんかアイルランド人はなんか見た目表上はすごくフレンドリーなんですけど、うん。中身はなんかもう一歩近づこうとするとなんか結構難しいイメージがあります。職場とかでもなんかその時はめっちゃ楽しくワイワイしてるけど、実際になんか飲みに行こうって言ってるけどなかなか行かないとか。うーあん。なんかちょっと日本人に似てませんか？そうですね。なんか行こう行こうって詐欺。詐欺。なんか外国人も日本人とのに友達の作り方とか聞くと、はい。行きましょうとかあれやりましょうとか言ってくれるのに、はい。いざ行こうってなると、ごめんなさい、今忙しいです。来週もうん。忙しいです。みたいな感じで一生行けないって言ってる人たちがいうん。て、うん。あのそもそも、表面的にすごく優しい人なのは多分礼儀正しいっていうのもあるのかなと思いましたが、ちょっと今日さきさんとお話ししたいなって思ってることは、さきさんは奈良出身で大阪に住んでいたということで、私は東京出身で東京育ちなんですけれども、
最近日本のテレビで関西と関東の違いっていうのを見て、なんか関西の人たち楽しそうだなって思ったんですね。偏見では、関東の人よりももう少し温かみがあって、こう、なんだろう、オープンな感じっていうのを聞いているんですけれども、ちょっとそれが本当かどうかはまだ知らないので、ちょっと今日話しながら、で、あとは、こう、日本に住んでみたいけど、関東はちょっと人が多すぎるとかいう人たちもいるので、関西でどの辺に住むのがいいのかなとか、そういった、違いとかをお話ししたいなと思っています。じゃあまず実際関西人ってそのオープンとかなんだろう温かいとか言うけど実際にそうなんですか？うーん、実際に、例えばなんですけど、その日本で働いてた時に、私営業アシスタントだったんですけど、で、普通にお客さんうん。と電話する時に、やっぱりおっちゃんとかだと面白い人とかも多くて、うん。電話取って、新人の〇〇ですって自分の名前言う時に、そしたらそのおじさんは、僕はベテランの〇〇ですって言ってきたりして、そういうちょっと面白い人が多かったりします。わあ、いいね。私そういうのはい。大好き。いいですよね。ねえ、なんか私も。もうそれうん。だけでちょっと一日が楽しくなるというか、ちょっと心配していた仕事がね、簡単になったりしますよね。はい。うん。なんか私前に見たのは、関西弁を話す人は、初対面の人にもタメ口を使うみたいな。特にその居酒屋で頼んだりするときに、これちょうだいとか、あー、なんか関西、でも大阪の人かな。あんまりその初対面との人との壁が少ないみたいなのを聞いたんですけれども、これは本当ですか？多分おじさんとかだけだと思います。おっちゃんとか。ああー、なるほどね。若い人はそんなにだと思います。うんうんうん。関西の特徴って言っても関西の中にいろいろありますよね。なんかはい。関西人から見て、まあ代表的なじゃあ奈良、大阪、京都、あとは兵庫あたりで、それぞれの特徴とかありますか？えー、やっぱり大阪は、まあ、ツッコミするのがツッコミしてるつもりはなくても自然と多分突っ込んでたりするのかなって思います。で、まあ、京都はなんかすごく言い回しが上手なイメージが私はあります。本当は何か多分すごく傷つけないように言うのが上手かなっていうイメージですね。で、兵庫はやっぱり神戸のイメージとかが強いので、すごいなんかおしゃれな街っていうええ。イメージです。で、奈良はなんか、まあ、自分が住んでるのもあると思うんですけど、なんか何もない田舎感じのイメージです。そうなんだ。私が兵庫はちょっとあんまり知らなかったんですけれども、それ以外は私が思っているのとほぼ合っていて、でも、まずじゃあ大阪のツッコミからちょっと聞いてる人に説明をすると、ツッコミっていうのは、こう、お笑いの一種ですよね。なんか、誰かがボケるって言って、まあちょっと例えば、おかしなことを言う。で、それに対して他の人がそれ違うだろうとか何言ってんだみたいなのをこまあジョークにジョークで返すみたいなこの返す方をツッコミって言うんですけれども、なんか大阪の人はこうお笑いが好きなので大阪人みんなお笑いが好きみたいなのを聞いたことがあるんですけれども、1年大阪に住んでみて、実はい。際みんな面白かったですか？うーん、でも、まあその大学生の時とかは、やっぱ大学で大阪の子とかも多かったので、まあ、面白い子は面白いけど、
そんな面白くない人も全然います。うん。それはじゃあもう本当に人によるって感じかな？うん、そうですね。多分、東京よりは割合は多いかもしれないけど、逆に、でも東京に住んだことがないので、なんか、逆に、じゃあ東京はどれぐらい、なんか面白くないのかとかがわからないです。なるほどね。うああ、ん。逆に奈良の人たちは面白いですか？なんか奈良に住んどきながら、うん。なんか大阪に半分住んでる気持ちでいたので、へえ、それなんかはなんで？うん。高校生とか大学生の時は友達と遊ぼうってなると絶対なんかじゃあ大阪行こうみたいな感じで憧れもあって多うん。分しょっちゅう頻繁に行ってたのでなんかもう難波、まあ、庭ぐらいな気持ちで うんうんうん。思ってたので多分そこまでめっちゃ大阪と奈良のうん。違いって実感しなかったかもしれないあ、です。そうなんだ。憧れがあるんだ。奈良の人あ、は大阪にそうですね。対して。へえ、どうして？奈良は本当に遊ぶところがないで、買い物するってなっても、なんかちょっとイオンモールとかしかないので、大阪で、なんか難波で、の方がいっぱい買い物できたり、可愛いカフェとかもいっぱいあったりするので、あとなんか大学生の時とかは、その大阪に通ってたので、その大阪の子たちとかに、あの、奈良から宿荷に乗って通ってるんでしょみたいな感じでいじられたりもしました。ああー、なんかその京都とか大阪の人が奈良の人をちょっと見下してるというか、そういうはい。のあります？絶対あります。あ、あるんだ。じゃあ、うん。そういう人たちに言い返したい一言ありますか？でも意外とそのいじられとかもなんかやっぱ面白かったりするので、大阪の人のいじり。だからそんなに嫌な気持ちになったりしなかったです。あ、そうなんだ。じゃあ、はい。奈良ってその、なんだろう、歴史的建造物とかがあるから、関東の人たちにとってはなんかすごい大きな都市なのかなって思ってるけど、実際はその奈良の人にとっては田舎みたいな認識なんですか？そうです。めっちゃ田舎なイメーあ、ジです。そうなんだ。京都に対してはどう思ってました？京都は、うーん、でも京都の方がなんか高いイメージ。ちょっと遊びに行くのも、ちょっと大阪より、ちょっとお金がかかってしまうイメージだったので、あまりたまにしか行かないああー、高いっていう感じです。のは値段が高いってこと？あ、そうですね。値段あ、とか。なんか大阪の方が、その、振り幅が広い気がします。安いから高いまでの。やっぱ京都の方が外国人とかもっと観光客が多かったイメージなので、よりちょっと高い。なるほどね。その、うんうんうん。せっかくそこら辺に住んでるなら、わざわざ、その観光客向けの値段で買うっていうのは、あんまりやりたくないって感じかな。うんうん。そうですね。学生の時は特に。なるほどね。じゃあ、奈良のは、とりあえずはい。今のところ田舎ということしか知らないんですけれそうですね。ども、はい。奈良のいいところはい。ありますか？いいところは、やっぱその真ん中、関西の真ん中にあるので、大阪にも京都にも兵庫にも電車一本で行きやすいっていうのがあります。大和西大寺っていう駅が奈良にあるんですけど、うん。その駅はもう本当にその駅にいると大阪も兵庫も京都も本当に電車一本で行けるので、へえ。まあどこかに行きやすいのはすごく行きやすいので、便利な場所だと思います。うん。じゃあなんか、今聞いてると、その、大阪とか京都ほど人混みは避けたいけど、でもその、便利さもちょっと欲しいみたいな人にとっては結構完璧な場所
そうだと思います。はい。その田舎って思われがちだけど、ああいう歴史的な見物、東大寺とか、奈良公園とかがあるのは、すごい外国人の人たちにとっては、多分喜んでもらえる場所なので、海外に私が住んでから、奈良って言ったら、ディアパーク、奈良パークやで、奈良公園やでって言って、こう、印象づけやすいのは少し嬉しいなって思います。ああ、そうだね、確かに。でも、実際に奈良の人が、ああいった歴史的建造物に行ったり、なんか鹿に会ったりするのって、学校の修学旅行とか以外ありますか？なんかまあ、たまに、桜の季節とか、あとは夏祭りの時とかに、ちょっと出店とかがある時期に行くかなってなったりするぐらいです。ああ、でもそれが、なんだろう、子供の時の思い出ってすごいエモくないですか？初デートに奈良の歴史的建造物でデートとかするんですか、みんな？いやー、みんな多分イオンモール行くと思います。そうなんだ。そっか。うそうだよね。ん。そんな中学生とか高校生にとっては、ね、それよりもお買い物とかの方が楽しいか。はい。なるほどね。今って、外国人がいっぱい旅行に来ていますけど、まあ、さきさんは最近日本に住んでないけど、帰国するたんびに変化を感じたりしますか？ああ、コロナ後はうん。特にすごい外国人の人の多さを感じてて、前は京都とかに行くと、まあ、外国人多いなって感じだけだったんですけど、今はもう京都と同じぐらい奈良も外国人が多くって、もう日本にいないんじゃないかってぐらいいろんな国の言葉が聞こえてくるので、すごい変わったなって思います。うんうん。でも、奈良って大きいですか？例えば東京って言っても、私が住んでるところでは全然、まあ、昔からいる外国人とかは見るけど、そうじゃなかったら全然見ないし、で、逆に新宿とか渋谷行くと本当に日本人の方が少ないんじゃないかっていうぐらい外国人がいるけど、奈良のその大きさとか、その中心地とか外側とかありますか？ああ、多分観光客が多いのは本当に奈良市周辺だけで、あとはもう本当に田舎みたいなうん。感じになるので、本当に奈良のその奈良公園周辺と、奈良駅は、まあ、高いビルはないけど、まあ普通に交通も電車もたくさん走ってるし、バスもたくさん走ってるので、そんなに田舎はしてないです。でも、私の住んでるところらへんは、まあ、住宅街と、あと、場所ちょっと自転車乗ったりすると、田んぼとかも普通にあるので、田舎を感じることもできます。えー、いいじゃないですか。なんか、自然も感じられて、うんうん。都会にも簡単に行けてみたいな。そうですね。今は、まあ、ならいいかもって思えるようになってきたんですけど、うん。学生の時とかは、やっぱり東京に住む憧れとかもあったりして、東京に行ったら芸能人に会えるんじゃないかなとか、なるほどね。なんはい。かじゃあ、奈良の人は、まあ、いわゆる田舎コンプレックスみたいなものを抱くんだ。そうですね。そしたら、日本に住んでみたい外国人に対して、関西でおすすめしたい街とか都市ってありますか？うーん。でもさっきも言ったんですけど、うん。大和西大寺ってうん。いう駅が、あの、テレビ番組でも線路が一番多い駅みたいなので紹介されたことがあるぐらい、すごく大きな駅。線路が、見える線路が一う番多い。ん。なので、電車が好きな人とかが写真撮りに来るようなとへえ。ころで、うんまあ、一番どこにでも行きやすいのがいいかなって思います。うん。うん。それは奈良にある？
あ、そうです。ところ。うんうん奈良のうん。奈良駅から2つの駅なんですけど、あとはまあ、場所問わずになんか最近日本でもシェアハウスとかが増えてきてるので、初めて日本に住む人とかはシェアハウスもいいんじゃないかなって思いました。ああ、なんか私が日本にいた時というか、まあ私が知っている限りだと、日本ってあんまりシェアハウスをしないイメージでしたけど、増えてきてるんですか？私がその大阪に住んでた1年間はシェアハウスに住んでて、で今その私が住んでたところはすごい外国人の人とかも結構住んでるので、あの東京とかだとすごい多いって聞きました。そうなんだ。え、日本でシェアハウスをするってどんな感じだった？あ、私は初めて実家から出たのがそのシェアハウスだったんですけど、すごい年上のお姉さんとうん。かにいろいろ、まあ、料理とか教えてもらったりして、すごい助けてもらえるので、すごい私はやってよかったなって思いました。それは日本人と外国人の割合はどれくらいだったの？私の時は全員日本人だったんですけど、今は結構外国人も増えてるみたいです。すごい知らなかった。それって何年前の話ですか？2000、まあ5年前ぐらい。えー、そうなんだ。で、ルームメイトと話したりするんですか？その一緒に何かやったりとか。あ、なんかかぶったご飯の時間が一緒だったら、まあ、一緒に食べたりで、私のシェアハウスはイベントとかも結構多かったりしたので、なんかみんなで一緒にバーベキューしたり、うん。誰かが来たら、新しい人が入居してきたら歓迎会みたいなしたりしてました。すごい。なんかもう私の周りを見ると結構完全に一人になる時間が必要みたいな人が多いので、こうシェアハウス絶対嫌だみたいな人が私の周りは多いんですけれども、それもやっぱり地域性なのかな。そのみんな割とみんなと一緒に過ごしてても平気というか楽しい感じ。そうですね。まあ人によったら自分の部屋うん。にこもってる子とかもいるんですけど、結構みんな誰かが集まってると結構集まってきてるイメージでした。そうなんだ。楽しそう。そのシェアハウスはどうやって見つけたんですか？えっと、なんか不動産サイト、そのシェアうんうん。ハウスの不動産サイトみたいなんで、結構いろいろ出てきて、で、その中から選びました。うんうん家具うん。とかも買う必要がないので、すごい、またどっか引っ越す予定とかがある人は、すごいありだなって思います。確かにそうだね。そのヨーロッパだと家を借りるときって特にシェアハウスとかだと家具付きじゃないですか。日本ってほとんど家具なしなんですよね。洗濯機とかすら自分で持ってこないといけなかったりするので、ベッドの枠とか。そういうの今考えたらすごい大変だよね、あれって。めっちゃ全部買わないといけないのね、大変ですよね。ねえ、そうだよね。そうなんだ。じゃあ、関西にこう移住しようかなって考えてる、まあ、日本人の人にも、外国人の人にも向けて、こう関西で生きるにあたって、なんか、なんだろう、より楽しめる術とか、あとは気にしてほしいこととかありますか？そうですね。関西人うん。とか大阪人の口癖は、なんか知らんけどってよく言うんですけど、その、まあ責任を取りたくないからの知らんけどもあるかもしれないんですけど、まあなんか、そんなに気にしなくて大丈夫だよっていう意味の知らんけどみたいなのもあるので、なんか知らんけどって言われても、冷たってならなくて大丈夫だよって思います。ああ、なるほどね。あれですよね。その知らんけどってなんかいろいろ説明した後に、まあ英語で言うとI don't know though
みたいな感じでこう最後に知らないけどってつけるやつだけど、あれはなんか口癖としてつけてるんでしたっけ？そうですね。うんうんそんな、うん。もう結構、あまり自分自身が自信がない時に、まあ知らんけど、みたいな感じで、とりあえず言ってるみたいな感じなんで、なるほどね。確かにこう、関東の言葉というか標準語に慣れてる外国人だと、関西語で話し始めると、関西弁で話し始めると、なんかちょっときついというか、ちょっと強いかなって思ってしまうこともあるかもしれないですね。逆に関西人の私たちがうん。普段標準語とか聞くと、うん。なんかめっちゃ可愛らしい言葉使ってるな、みたいな思ったりもします。そうなんだ。そうだね。確かにこう、大阪弁とか特にね、なんか何しとるんねんとか、なんかすごいこう、バーってくる感じしますよね。はい。うん。そういえば聞き忘れたけど、さき先生の好きな関西弁とかありますか？何ちょけてんねんみたいな。ちょけるなって。ちょえ、けるなは、何ふざけてんのみたいな感じなんですけど、ちょっとなんかふざけてる時とかに、うん。面白く、なんか、ちょけすぎやんとか、うん。関西語ってなんかすごいこう、ふざけてるところをなるべく盛り上げるような言葉がいっぱいあるよね。うん。それはなんか、性格を表してるというかね、楽しい感じが伝わってくるね。じゃあ、最後に、さき先生の授業でどんなことをしているのかとか、どんな生徒さんに、こう、人気があるというか、その評価を得ているのかとか、ちょっと教えてくれますか？はい。私の授業では、彩りと丸ごとの教材を主に使ってレッスンをしてるんですけど、その教材の教科書通りだけではなくって、その教科書からいろんなイラストを見たりして、もっと深く想像力も使いながら一緒に勉強したり、あとは会話をしたい人にはいろんななんかニュースだったり動画とかを一緒に見ながらディスカッションをしたりして勉強しています。はい。レベルとしては初級から中級ですよね。はい、そうです。うん。はい。まあ、こんな感じに皆さんもわかるように、すごく優しく、傾聴してくれる、忍耐強い先生でもありますので、皆さんご興味があったらぜひ、トライアルレッスンを受けてみてください。はい。それでは最後に何か言いたいこととかありますか？大阪には粉もん、うん。お好み焼きとかたこ焼きとかいっぱい美味しいものもあるので、お腹空かせて大阪に遊びに来てください。奈良出身なのに、最後に大阪の宣伝でいいんですか？ついでに奈良に来て鹿と遊んであげてください。控えめですね、奈良に対して。はい。まあじゃあ、ぜひ、奈良にね、私にとってはすごく住みやすそうな場所だなと思うので、もし移住とか考えてる人がいたらね、奈良も見てみてほしいですね。はい。うん。お願いしはい。ます。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さん最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。If you want to learn Japanese more interactively, you can find the best teacher for you at Saya Japanese School, a quality fast online Japanese school founded by me. Visit sayajapanese.com for more information. Thanks for your support and happy learning!